こんにちは、ゆめです。暑い日が続きますね。冷房は入れているんだけど、うちの子たちが熱中症にならないか心配な日々を過ごしています。皆さんは体調を崩していませんか？こまめに水分補給をして、どうかお体を大切にお過ごしください。さて、今回のラジオゆめは、先日いただいたコメントについて少しお話ししたいと思います。こんなコメントをいただきました。鳥のオープンチャットに入ってたのですが、私宛てに誹謗中傷をされています。今ものすごくショックで気持ちがしんどいですというコメントでした。私はオープンチャットのことはあまり詳しくないのですが、気持ちがしんどいのなら今すぐやめてもいいと思います。参加するのもしないのも自由です。気軽に楽しんで、辛くなったらすぐにやめる、そんな風に考えてもいいと思いますとお答えしました。なぜ私がこういう回答をしたのか、今日はその理由をお話しさせていただきます。まず、今とても辛い思いをされているのですね。自分に向けられた誹謗中傷を目にすると、どんなに気持ちを強く持とうとしても心が傷ついてしまうと思います。気にしないようにしようと思っても、言葉は心に残ってしまいますよね。今は無理に気持ちを切り替えなくてもいいと思います。辛かった、悲しかった、悔しかった、そう感じている自分の気持ちをそのまま認めてあげてくださいね。そしてオープンチャットや YouTube、X などの SNS についてですが、私は SNS そのものがいいとか悪いとかではなく、そこにいる人と自分との距離感が大切なのではないかなと思っています。鳥が好きな人同士で情報交換をしたり、悩みを相談したり、同じ鳥を愛する人とつながれる場所はとても素敵な場所だと思います。一方で、人が集まる場所にはどうしても価値観の違いや考え方の違いもあります。そして私は人間関係について3分の1理論という考え方を聞いたことがあります。ただ、この3分の1理論という言葉は、私がこの動画の中で連義的に使っている言葉です。すべての人が本当に3分の1ずつに分かれるという科学的な理論ではありません。あくまで人間関係を考えるための一つの考え方として聞いていただけたらと思います。どんなに誠実に生きていても、自分を好きになってくれる人がいる一方で、どうしても自分とは合わない人もいる。そして特に関心を持たない人もいます。つまり、どんなに頑張っても全ての人に好かれることはできない。でも自分を好いてくれたり理解してくれる人も必ずいるという考え方です。具体的に言うと、 YouTube の視聴者の中には夢という存在を知っている人もいれば知らない人もいます。そして夢を知っている人の中でも、動画が好きという人もいれば、嫌い、自分には合わないという人もいます。そして特に関心を持たない人もいます。実際にコメントをいただく中でも、よかったよ、感動しましたと好意的な言葉をくださる方がいる一方で、批判的なコメントをいただくこともあります。私は動物を扱う動画なので、できるだけ誤解がないように説明したり返信したりするようにしています。でも、そう思われているのかと自分では気づかなかったことを教えていただくこともあります。ですから、一つ一つのコメントが私にとって大切な意見です。私はこの3分の1理論という考え方を知っておくことは、人間関係で傷ついた時に自分を守るためにも大切なのではないかなと思っています。私は SNS や職場、学校、地域など人が集まる場所を小さな箱のようなものだと考えています。もし誰かに嫌なことを言われた時、私が悪いから相手に嫌われたのかな、もっと頑張れば分かってもらえるのかなと、真面目な人や責任感の強い人ほど自分を責め続けてしまうことがあります。でも、この人とはただ価値観が合わなかったのかもしれない、そう考えてもいいんです。すべての人に理解してもらう必要はありません。そして、もしその場所でいることで自分の心が傷つき続けるのであれば、小さな箱から抜け出すことも
自分を守るための大切な選択だと思います。世界は広いのです。逃げたと考えなくてもいいんです。小さな世界から抜け出した。生きる道を変えた。そう考えてください。自分の心を守るためにドリをつける。そして広い世界に出る。それはとても大切なことだと思います。だから私は最初のコメントに、参加するのもしないのも自由なので気軽に楽しんで辛くなったらすぐにやめるとお答えさせていただきました。この方以外にも誹謗中傷で悩んでいる人はきっといると思います。今は心がとても疲れていると思います。どうか無理をしないでくださいね。あなたを大切に思ってくれる人はきっといます。そしてあなたが大切にしている鳥さんは今日もきっとあなたのそばにいてくれると思います。少しずつ心が元気になるまでゆっくり休んでくださいね。それでは少し話が変わりますが、ここからは3分の1理論と YouTube のアルゴリズムについて少しお話しさせていただきます。と言っても難しい話ではありません。一つの考え方として聞いていただけたら嬉しいです。YouTube のアルゴリズムというのは、簡単に言えばこの動画をどの人に見てもらうと喜んでもらえそうかを YouTube が判断する仕組みのことです。例えば鳥の動画をよく見る人には鳥の動画が表示されやすい。ゲーム実況が好きな人にはゲーム実況の動画が表示される。料理の動画をよく見る人には料理の動画が表示される。そんなイメージです。実際には視聴した動画や詮索した内容、どのくらい動画を見たのか、いいねや興味ないなどの反応、そして似た傾向の視聴者がどんな動画を見ているかなど、様々な情報をもとに一人一人に合った動画が制されています。先ほどお話しした3分の1理論では、自分を好いてくれる人、自分とは合わない人、特に関心を持たない人がいるとお話ししました。YouTube でも動画を見てくれる人が全て同じ反応をするわけではありません。ある人にはとても興味のある動画でも、別の人には全く興味がない。そんなことが普通にあります。そしてここが大切なのですが、 YouTube は単純にいいねが多い動画や登録者数が多いチャンネルだからという理由だけで全ての人に動画を表示しているわけではありません。その人がその動画を見たいと思う可能性があるか、実際に見た時に興味を持ってくれたか、どのくらい見てくれたか、そして満足してくれたか、そういった様々な情報をもとに視聴者一人一人に合わせて動画が制されています。だから私たちが普段見ている YouTube は実は世界全体の YouTube ではありません。自分が見たい動画や自分が興味のありそうな動画が集まった自分だけの小さな世界でもあるんです。例えば自分の YouTube 画面に同じような意見の動画ばかり表示されることがあります。すると世の中の人はみんなこう思っているんだと感じてしまうことがあります。でもそれが必ずしも世の中全体の意見とは限りません。 YouTube は一人一人に合わせて違う動画を見せているからです。ですから自分が見ている YouTube が世界の全てではないということを頭の片隅に置いておくのは大切なのではないかなと思います。 SNS も同じです。 YouTube や X、Instagram に投稿したり自分の意見を言ったりすることは自由です。同じ思いや同じ価値観とつながることもとても大切なことだと思います。ただその一方で自分とは違う考え方を持つ人もいるということを理解しておくことも大切なのではないかなと思います。自分のいる場所が世界のすべてではない。私はそんな風に考えています。だからこそ、もし今いる小さな箱の中で傷ついているなら、そこから少し離れてみてもいい。別の場所に行ってもいい。自分を大切にしてくれる人たちのいる場所を探してもいい。世界は思っているよりずっと広いのです。以上が私が考える3分の1理論です。長々と私の考え方をお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。私の考え方にも共感できる、ちょっと違いと思う、反論したいなどいろいろな意見があると思います。もしよかったらコメントで教えてください。私はそうやって違う考えを持つ人同士がお互いの意見を知ることも大切なコミュニケーションだと思っています。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもは私が妄想した赤星インコの物語をお送りしていますが、たまに赤星インコとは関係のないラジオ夢もお送りしています。コメントでご質問をいただければラジオ夢でお答えしますので、たくさんコメントをいただけると嬉しいです。暑い日が続きますが、どうかお体に気をつけてお過ごしください。夢でした。